中込みおです。今は現役の大学4年生になります。普段は、大学にいながらアフリカでも活動をしています。アフリカではアフリカのサッカーチームを、運営しております。感じの子だったんですか？いや、当時は全然そんなことなかったかも。引っ込み思案だったかも、すごく。そうなんですね。小学3、サッカーずっとやってたんだけど、小学生の時にコーチにすごく心配されて、親に言われて、親が相談を受けて親に言われたことがあったんだけど、本当にとにかく周りに心を開かないっていう性格だったから、それをサッカーのチームのコーチが言って、チームプレーだからサッカーってさ、大丈夫か見ようみたいなのを親に相談したらしくて、親が自分にそれを言ってきてくれて、なんて言うんだろうな、そういう子だったんだよってのを当時教えてくれ、当時最近ってもあれだ、大人だから教えてくれて、そういう子だったんだなって感じ。そうなんですね。そう、当時だからめっちゃこうなかなか心を閉ざさない子だったもん。感じの方なんですか？別に全然両親に似るとかじゃなくて、一人っ子だったから、常にさっきもお話したけど、周りがよしよししてくれるような環境があったんだよね。で、自分はなんかそれがもう当たり前の世界だったから、こう例えばそれが家を出て外に飛び出した時も、なんかこうそうじゃない世界にこうなんか不満を持つような感じだったんだよね。誰でも話を逆にかけてきてくれるし、こう認めてくれるしみたいな世界がもう当たり前だと思ってたのが、実際そうじゃないのが当たり前じゃん。自分から行かないと、話をかけに行かないと友達もできないしみたいな。で、幼稚園の先生なんかもこう自分から行かないとこうなかなかみたいな、そういう意味で、なんで来てくんないのかよって、若干の天の弱も入りつつのじゃあもういい、俺は俺の世界で、僕は僕の世界でのクローズな感じだったから、なんかこう両親に似てるってよりかはそんな感じだったかな。小学生の時問題とかだったんですか？それは問題はなくて、多分サッカーがすごい大好きだったし、たくさん練習もしてたから、当時小学低学年の時にね、所属したチームの中でも本当3つ上とか2つ上のカテゴリーに試合に出てたぐらいだったのよ。小学3年生の時に小学6年生の試合に出てるみたいな感じで、かなりこうレベルの高かったプレイヤーでは当時あったんだよね。そうだから、同世代と一緒に試合の大会とかに出ても、めっちゃ活躍するとかね、フォワードで点を取るみたいな感じだったんだよ。で、それで周りからこう認められたり、みおくんすごいねっていう風に言ってくれたりするから、なんかそこに自分がこうやりがいを感じてたから、でいて、いわゆる周りと自分とのその差がかなりすごかったから、なんて言うんだろう、こう周りと一緒にこうチームプレーでゴールを狙っていくとかサッカーをするっていうような考え方じゃそもそもなくて、なんかこう自分がキャプテンだし、自分が一番うまいんだからみたいな、それはこう自分が活躍して当たり前でしょくらいの感覚だったから、確かに当時のそういう意味で言うとチームプレーっていう意味ではかなり欠落した部分はあったかもしれないね。もう今でも自分もとにかくいつだろうなって考えることがあるんだけど、自分家庭環境がかなり複雑で、小学校4年生か5年生ぐらいの時に、両親が離婚したのね。で、自分と母親と弟がいるんだけど、で、3人で本当なんだろうな、あれはなんていうんだろう、6畳一間みたいなとこで2年間ぐらい生活をしてたことがあったんだよ当時。が小学校って高学年ぐらい続いて、で当時は市の方に府中市ってとこに住んでたんだけど、中学校に上がるタイミングで杉並の方の高校に、中学校か中学校に行くってことになったんでね、サッカーの拠点がそっちだったから、一緒にやった方が楽じゃないかなっていうので、しようとしたんだけど、でだから当時自分は小学校で築いてた友達のご縁というか友達関係を全部一旦切り捨てて、公立の中学校に行くっていう風になったわけなんだよね。杉並の。でそっちは公立だから、同じ公立出身の子たちが集まってるから、もう
コミュニティができてるんだよね。そうでまあさっきお話ししたそのなんかまあ自分中心の世界はもう当時はそんなことはもう中学校になってからも思ってはなかったけど、とは言っても周りに知り合いが誰もいないでいて、なんかこう中込みよってなんだろうってことをこうみんなが知らない世界線っていうのがもう初めてだったんだよね、そこが。でも衝撃を受けてもうなんかどうすればいいか分かんないみたいな、とにかく。でそんな中でこう自分の得意なことコミュニケーションだったりとか人を引っ張っていくとかなんかそういうのをこう少しずつ少しずつこうなんて言うんだろうな表現をしながらいた時期があったんだよ。でまあありがたいことに学校のリーダー生徒会長になってでまあ自分をまあ引き続き表現をし続けたんだよね。でそんな中で生徒会長バサってまあ任期が終わって辞めたタイミングがあったんだよ。でなんかそこまでこう自分がその自分の中でその辞めたタイミングがなんかこう自分をこの中学校で表現しきったタイミングでもあったんだよね。リーダーとしての自分もあるし、まあ、もちろんそれプラスでサッカーも中学校でやってたっていうのもあったからそうサッカーのこともそうだし、なんかこう中込美桜っていう存在を杉並区って新しい地に来てある程度表現しきった環境があったんだよね。でなんかまあもちろんそれもあったし生徒会長っていうのをやっててなんかこう荷が下りたんですごいなんかこう重たかった荷が下りた気があったんだよね。そう注目されてる感じ。そうでなんかそこでなんか自分の表情がすごい変わったタイミングがあって、学校内でとにかく学校生活を送ってる中でとにかく笑顔になったの。とにかく自分がなんて言うんだろうな、そこに対してこう自分を受け入れてくれる環境っていうのがよりガッて開けたタイミングがまさにそこだったの。わなんか一からね知らない環境に飛び込んで自分の得意なことで世界を切り開いていって、でそこで初めて周りに認められたっていうのがその任期が終わって生徒会長の任期が終わって中学3年生の春とかになんかそれを実感して、なんか今まで自分がこう思ってた世界じゃなかったところからこういう風にやれば人ってできるんだ、なんならここの範囲は別にいらなくてこういう風に相手に振る舞うことによってこう自分の世界が切り開いていけるんだなってことを経験して学びが得たんだよね、そこで。でなんかこれってなんか自分の中ですごく楽しかったっていうとにかくやりがいがあったんだよね。そうでなんかこうまあその後高校行ってさそれを生かしてまたこういろんな人と仲良くなってお話をしてでまあでも引き続きサッカーっていうところでずっと高校まで小学校からやり続けているっていうので、まあ、ずっとやってたんだよね。そうで、まあ、高校卒業してサッカー、まあ、怪我が原因でサッカーをやめてでまあ選手としてじゃなくてなんか別のところでやりたいなっていうので、まあ、今の活動に生きてるし多分当時のそういう学び新しい人と何かをしたりとか新しい人とこうコミュニケーションを取るとか絆を育んでいくってところでなんか今に生かせてるものの原点としては最初の質問だけども、そこにあるんじゃないかなってすごく思う。まあ、高校3年生だから引退する時、まあ、怪我持ちではあったんだけどもそうまあ、股関節とか、まあ、自分の姿勢もあるんだけども、その怪我持ちであってでももうあとはまあ怪我ももちろんあるし、まあ、高校サッカーがかなり厳しかったから、その環境でもう疲弊しちゃったっていうのもあったんだけど、まあ、怪我もそうだねあってもう選手としてはもう一旦はいいかなっていうので大学はサッカーはしなかったね。そうなんか全然、まあ、怪我をすることはまあしょっちゅうあったし、まあ、その選手をしていく上でね、まあ、それはまあ、そういうもんだなっていう別に怪我に対する全然あれは全然何もなかったんでね。ただサッカーをやめるってことに対する自分の覚悟っていうのはかなりするまでに時間がかかったんだよね。大学で普通にサッカーをするつもりでもあったからかなり覚悟があったことではあったけど、でもなんかこうそれプラスアルファなんかそれとは全く別の視点で逆に言えば新しいことに取り組めるというか今まで培ってきたサッカーっていうアイデンティティを一旦全部捨ててまた新たに自分で何かを作っていくってことに楽しみを見出してた自分もいたから、別にこうネガティブな感じではなかった全然。
過去から遡ってなんだろうな。でもまあ、多分その、両親のそういう家庭環境のこととかで、かなり辛いこととか大変なことは経験した方だと思うんだよね。をした時に、自分は全部をストーリーに落とし込むのが、もう本当に辛い時はなるべくそうしようっていうふうにしてんだよね。ストーリーで、それを一番後押ししてくれたのが母親だったんだよね。当時、親のそういうことがあってさ、それこそ父親と母親が目の前に座ってさ、どっちに行くんだお前はみたいなことを狭まれたことがあったんだよ。で、自分はそれまで父親の方に実は加担をしてるふりをしてたんだよね。そうなんだよ。それはなんかどうしてやったんですか？すごくこう、なんて言うんだろうな。声をかけてくれたというか、で、当時すごくそういう辛い思いをして、で、母親についていくことを決めて、で、ある時母親に、こういうふうに言ったんだよって友達にこういうふうに言ったんだよって母親に言ったことがあって、なんだっけな、なんか、みおくんちってどういう感じなのみたいな。そうで、いやうちも母親一人しかいないんだよみたいな。でそしたらどういう反応だったって母に言われた時に、すごい心配してくれたみたいな話をしたんだよね、みたいな。でそういうことが結構何回かあるわけだよね、学生だったから。で、なんだっけな、こういう面接かなんかの時にそういう話をした時に興味を持ってくれたんだよ。こういう家庭環境で育ったってことに対して。それを母親に話したことがあって、そしたら母が「いいじゃん、自分の武器にしちゃいなよ」みたいな一言を言ったんだよ、ポロッと。そうなんですね。自分に対してね。でそれが自分的にはすごくこうパッとこう開けた気がして、なるほどなっていう、その自分の考え方一つで、こういう経験をしたけどこういうことを今してますとか、これからこういう未来を描いてますっていう、確かにこのストーリーを描けるのってその経験しかしてない人しかできないこと、でそれを母がこうやって自分に言ってくれて、もう使っちゃいなよみたいな、もう確かに辛かったし大変だったけど、その経験をこうよりプラスにポジティブに捉えて、こうできることがあるんじゃないかって、その母の一言でね、思ったんだよね。そういうことを聞いた時に、こう辛いことも、そのさっきの部活の怪我もそうだけども、こうやってたけど引退したっていう、その覚悟をして今はこういうことをしてます。今アフリカでサッカーチームを持ってるっていうので、プレイヤーとしては辞めたけども、その経験を生かして今はマネージャーとして活動してますみたいな。これはすごい活かせるなって自分の中で思って腑に落ちてから、多分挫折と多分そこまで捉えてなかった気がするんだよね。母親の好きなところは、まず辛い顔を見せないよね。辛い顔を見せないし、お金のことに対して心配をさせないんだよ。すごくそれはこう一緒にいて、多分離婚して母一人で大変だろうなってすごい自分の中で思ってたんだけど、こうそこをこう自分のこう不安だと思ってる部分を多分感じてくれて、でそれを全然そういうふうに見せてくれない、見させないっていうのはこう助かるというか、自分も心をフレッシュにいろんなことにアクティブに挑戦できるし、尊敬できるし、いやすごいなっていうふうに思うね。アフリカに行ったタイミングはもう大学1年生の夏休みなんだけど、きっかけは別にアフリカに行きたいとかっていうのがあったわけじゃなくて、それこそ今活動場所ルワンダっていう国なんだけど、そういうのが別にあったわけじゃなくて、たまたま別のプロジェクトのきっかけでそのアフリカに行かれる方がいらっしゃったんですよね。でその方にもう初めてお会いした時にアフリカに今年の夏行くっていうふうに春の段階で言われて、で何もやったことがないし私も、でサッカーという武器を捨てて自分がいたので、何か挑戦したいなっていうのをふつふつと思ってたタイミングがあったんで、じゃあちょっと私も行かせてくださいって言って、金額いくらぐらい必要だよっていうふうに言われたので貯めて初めてアフリカに行ったのはきっかけかな。で
向こうに行った先たまたまサッカーをしてる子供たちがいて、で自分もサッカーやってたっていうこともあって、で彼らのために何かできないかなっていうので、日本人のコーディネーター奇跡っていう場所で日本人の山田美桜さんという方にお話をしたら、じゃあサッカーチーム作ってみよう、お手伝いしてくれるって話をもうありがたく本当にさせてもらったので、飛行機をコロナ期間中だったんで飛行機が延泊が無料だったんで、飛行機を1週間延泊して、サッカーチームをグラウンドとかいろいろお話をしに行ってサッカーチームができたっていう感じかな。スラムの子だね。スラムの子で、あれは多分バナナの皮かなんかをこうビニールかなんかを縛ってボールを作って、でサンダルをこうやってさ置いて、ゴールのポールみたいなの置いてさ路上でサッカーをしたんだけど、まあでもそれ以外にもそれこそ避妊具とかでさボールを作って紐で縛ってサッカーをしてる子もいるし、っていう環境で、本当にだからもうなんでだろう、どういう子っていうのは難しいけど、物もなければお金ももちろんないし、でだけどサッカーっていうものを知ってて、できるものをかき集めて路上でやってたっていう感じの子たちだったかな。技術もまあ遊びだから戦術も何もないんだけど、日本の子供に比べたらもう全然なんだよ。ボール蹴るのも全然だし、まあボールっていうボールじゃないからそもそも比べるものではないと思うんだけど、自分がびっくりしたのは、まあ、ボールがいわゆるラインからアウトをした時に、ボールが出た出てないの言い合いとか、ゴールが入った入ってないの言い合い、まあ、いわゆる正式なゴールじゃないからすごい曖昧なんだよ。高さも別にどこまであるわけでもないし、横幅もなんか空間だから別になんかサンダルが置いてあるだけでね、この辺のゴールはどうだ、この辺はゴールじゃないみたいな話をとにかくしてるわけよ。自分からしたらもうどうでもいいんだけど、多分そういうなんかもう独特なこだわりとか勝負に対するこうなんていうんだろうな、こだわりとかっていうのがなんかこう見てて、このパッションはなかなかこうできるものじゃない、こう教育して指導してできるものではなくて、多分もともとこう持っているものからなんだろうなっていうのはすごく感じたんだよね。じゃあここに掛け算でかける戦術とか技術っていうのを教え込んだらこれすごくいいんじゃないかなっていうので、彼らのポテンシャルを信じてなんかサッカーチームっていうのを作ってみたら、なんかすごくいいものができるんじゃないかなっていうのが思った感想かな、彼らを見て。当時だから2021年の夏9月からサッカーチーム発足して、でも当時9月から11月の2ヶ月間がまだコロナの段階だったんで、サッカーチームもそういわゆる公的に動かすことができなかったんだよね。で11月から実際にさあ指導しましょうって言って、でもそこからまあ日本人もちろんねありがたく言っていただいて現地で活動することもあったし、まあ日本の方から支援いただくこともあったんだけど、ユニフォームとかボールとか。そういうのを少しずつこうやってきながら、コーチたちと私もたまにアフリカには半年に1回ぐらい行くんだけども、それ以外は日本でこう遠隔でやり取りをしながら、子供たちの様子もそうだし、トレーニングの様子もそうだし、実際に支援したものを扱ってる様子もそうだしっていうのを、まあ、SNS で少しずつ発信をしながらやっていって、でコーチも入れ替わり立ち替わりいろんな人が入ってきたり出てたりしながらやってって、去年の春にそれこそ日本サッカー協会さんからありがたくご支援いただいたりとか、日本の別の大学のサッカー部さんからご支援いただいて、いろいろ道具とか支援いただいて、今年で3期目に入るかな、3期目に入って、でいろんなまたメディアの方が取り上げ、現地のメディアの方取り上げていただいたり、まあ、日本もそうだし、でありがたく今年の春からかな、トップチームが、アンダー21かながプロリーグに参入することが決まって、でそうだね、下は育成世代はアンダー6とか8ぐらいから、上はアンダー21まで合計200人近くが所属するようなサッカーチームに今なってるかな。まあまだまだチームとしては貧しいし、経済的にね、貧しいし、まあこう完璧かっていうのも全然なのね。まだこうなんていうんだろうな、解決しなきゃいけないこととかいっぱいあるんだけども、でもそんな中でも誰一人としてこの例えばスタッフがうちのチームを辞めたいとか、子供がうちのチームを辞めたいとかっていうことを聞いたことがないのね、まずね。だから
いわゆるお金とかそういうもの以外で彼らが何かしらのこう楽しみとかやりがいとかを見出してくれてて、全員が今ハッピーな状態でチーム運営ができてる、これがなんかすごくこうやって楽しいし、なんか心温まるし、なんか継続的だなっていう。で何かこう例えば経済的にチームが倒れた時があったとしても、そういうふうに楽しみな場所がこう共通項があると、やっぱこう戻りがいもあるし、そこに対してね。そうだからそれはすごくこうやってて楽しいし、みんなとこうなんだろうな、楽しめる共通点があるっていうのはめっちゃいいかな。いっぱいある。まだまだ。まずいわゆる今後ね、より経営という観点から見たときに、より経済面のこともそうだし、人のこともそうだし、いろいろ充実させていかなきゃいけない。でも本当それこそ皆さんが分かりやすいようなやりたいことで、例えばじゃあ応援歌を作るとか、グッズを販売するとか、選手を紹介するとか、例えばスタジアムを作るとか、人工芝にするとか、飲食を入れるとか、試合中のね飲食を入れるとか、あとは試合前の前後でイベントを作ってみたり、パブリックビューイングをしてみたりとか。でそのファンのファンクラブってものを作ってみて、もうとにかくいろんなやりたいことがいっぱいあるんだよね。それでそういうのわーって、いやもちろんやるのもそうだし、それの先でやってみたいのは、そのアフリカのその最高峰の教育機関、サッカー選手を輩出できるような教育機関っていうのを自分は最終的には目指してやっていて、なんかそれができれば、いわゆるそこをいわゆるモデルケースとして他のアフリカもそうだし、ヨーロッパもそうだし、いろんなところでそういうのができるし、例えばそこに入ってサッカーっていう道を諦めた学生がいたとしても、その先で例えば弁護士になったりとか、俳優になったりとか、エンジニアになったりとか、なんかこういわゆるそこに入ることによってまた世界で活躍できるような人材にっていうので、いろんなこうアフリカの子どもたちとかが目指せるような姿勢っていうのをなんか自分が一組織として作っていきたいなっていうのは今すごくこう抱いてるものだし、多分楽しいだろうなっていうのは自分も思うかな。ありがとうございます。はい。じゃあこのメディアを見ていただいている方に対して何かこれから挑戦したいな、でもチャレンジするのが怖い、そういったなんか気持ちを抱えてる人に対して一言メッセージがあれば教えてください。ありがとうございます。何かこう目的がなくてもやってみたいとか興味を持ってみたものに対して何かこうアクションを一つ取ってみるっていうのはすごくおすすめだし、私も影響を受けたことだったので皆さんにおすすめしたいなっていうふうに思っていますね。で私も初めてアフリカにいたタイミング、アフリカに興味があるわけでもなく、それこそサッカーチームを作るなんてさらさら何も思ってなかったんだけども、でもアフリカに行ってみたらそうやって道が開けたことがあったんだよね。で私の知り合いでも実際にアフリカに来てくれて、そこからこう受験に生かす子もいれば就職に生かすこともいれば、それから JICA に入ってみたり、いろんなこうチャレンジしたことによってこういろんな開けた子に何を見てきたんですよ。だからこれがアフリカに関わらず何でもいいと思うんですけど、好きなこととか好きなものに対して皆さんがやってみるっていうのはおすすめですし、ぜひ頑張ってほしいなというふうに思います。ありがとうございます。はい。じゃあ本日はこのところで終わりしたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。